今回は額アジサイを描いていきます。ポイントは線描法で描く額の部分と木骨法で描く葉っぱの描き方、またコップの中の水の表現ですね。頑張ってやってみましょう。彫木は扁木法です。額アジサイの額の部分を描いていきます。扁木法による線描法ですね。点を中心に4枚の額辺を描いていきます。折り重なる額を描くときは点を打ってから額辺を描いていきましょう。花の部分を描くときは点をランダムに打って粗密の関係も意識して描いていきましょう。花の向こうにも額辺を覗かせるように描いていきましょう。木骨法で葉っぱを描きますが、彫木は三木法でやります。中心になる葉っぱは極力濃いめに、そして運筆は大胆に描きましょう。1回の彫木で複数枚の葉っぱを描いていきましょう。濃淡が出て奥行き感も出ます。覗いている葉っぱも描いていきます。覗いている茎も描いていきます。コップを描いていきます。
透明なガラスの感じを出すために淡墨で表現しましょう。コップの丸みを意識して水の表現を描きます。瞑想筆で葉脈を描いていきます。葉っぱのギザギザ感を出すために葉脈ははみ出し気味に描きます。額の中心を強調するために濃い点を打っています。ぼかしを入れるために紙面を濡らします。花の部分に淡墨を施します。額の部分にも立体感を表すためにぼかしを入れます。コップの水の表現ですね、淡墨を施します。はい、完成です。はい、今回はアジサイですね。線描法と木骨法が組み合わさった表現になります。まず主役の花ですね。そして脇役の花というふうに構造を決めます。それに透明なコップですね。コップに花が生けてあると。そういう想定ですね。まず花から描きますが、彫刻は変木法ですね。花の中心の点を打ってから4弁の花びらを描いていきます。今回のアジサイは額アジサイということで、本来の花がこの真ん中の点々ですね。そして花が実は額であると、植物学的にはそういう感じだと思いますが、この絵では花と言いましょう。花をですねランダムにつけていきますが、中心になる花から描いていきますと、だんだん線描法が薄くなってくると思いますね。ですから向こう側の花はやはり薄くね、それから小さめに描くということを気をつけて描いていただくといいと思います。そして中心の本来の花ですが、点で表現してますね。点の大小、そしてランダムに打つということが大事じゃないかなと思います。花が終わりましたら、今度葉っぱですね。この葉っぱはですね相対に生えるというのが決まりになってますので、それを意識して葉っぱを描いていきます。中心になる葉っぱ、そしてどんどんと奥々というふうに描いていきますと、自動的に彫刻が薄くなって表現していきますので、その手順と濃淡をうまく組み合わせると奥行き感も出ると思います。で脇役の方も同じように描きますね。それが済みましたらコップを描きますね。茎を描いてコップの中に茎が入ってきますので、少し薄めにラフに描いて途切れ途切れに描いておくといいと思います。水はですね半分ほど水が入っているという想定でやってみました。薄い淡墨で円を描くように表現して、茎も途切れ途切れになっていますから、見えない部分も想定して描いていきます。次に葉脈を描いていきますが、葉脈を少し強めにですねはみ出し気味に描いていただくとギザギザ感も出て感じが出ると思います。で最後にですね霧吹きで濡らしましてぼかしを入れています。
中心の点描法のところにアクセントにしています。それから花びらの中心ですね、ここにも少しぼかしを入れて立体感を出しています。あまりたくさん入れると暗くなってしまいますので、中心付近だけちょこっと入れるような形でよろしいんじゃないかなと思います。虫食いをちょっとつけておきました。ちょっとアクセントになると思いますので試みてください。